今日はね、ここに住んでいる夫婦が今日から、娘さんたちが4人いるのかな。今日から、そのうちの1人のテキサスにいる娘さんのところに遊びに行くっていうことで、私1人になります。で、今日仕事が終わって子供たちを迎えに行ったんですけど、車で50分ぐらい高速乗って子供たちを頼むから返してほしいと。今は私が子供たちと過ごす時間のはずだって言ったんですけど、返してくれなくて、なので、あと10分で返してくれなかったら私は警察を呼ぶつもりですっていうこともメールで言って、10分経っても返してくれなくて、じゃあ私は今から警察を呼びますって言って、それでも返してくれなかったから警察に電話をしました。こういう事情で子供たちを私に会わせてくれないと。そしたら警察が来たんですけど、夫はエルリーノっていうところに住んでいて、オクラホマっていう州はアメリカ大陸がこうあった中で、その中の真ん中のちょっと南部寄りだから、すごくアメリカの中でもすごく田舎の田舎の州になるのかな。でエルリーノっていうともっと田舎になって、もう本当にすごく牛とか馬とかロバとか、動物をたくさん飼ってる、みんな動物を飼っていて、もう典型的なアメリカの田舎の町なんですけど、前にもエルリーノのリーガルエイドさんたちと関わった時にあまりいい印象がなくて、でも本当にカウボーイハットを着てカウボーイブーツを履いて、本当にカウボーイの街なんですね。アジア人なんてエルリーノで見たことがない、白人しか見たことが、ほぼ白人しか見ないですね。で来て、何があったのかと聞かれて、私の夫の方がもうブワーって一方的に警察に話すわけですよ。で私は私の子供を迎えに来ましたと。平日は私が子供を見て、週末はお父さんが見ていると。で、私の番になっても返してくれないので子供を、迎えに来たんですけど、会わせてくれないんですっていう話をしたんですけど、夫が「いや、こいつはホームレス女だから」みたいな、自分はホームレス女だから子供の安全のために自分は子供を守る必要があるという話をしていて、夫は自分には家があると、だから自分が子供をホールドするべきだと言っていたんですけど、私は月曜日に自分の家に引っ越す予定だから、でその前に今はその月曜日に引っ越すまでに友人夫婦の家に泊まらせてもらっているっていう話したんですけど、また元旦那が遮って「 Those stranger friends that you just met」って言って、何か会ったばかりのよくわからない人のうちにお前は泊まっていると。それは子供たちにとって危険だし、彼女はホームレス女で子供たちをホームレスという危険な状態に連れて、自分たちの子供たちを連れ去っていってホームレスという危険な状態にしたというふうなことを話していて、警察に。で警察は旦那の言い分を聞いて、
sounds like he's right to keep the kids with him って彼が子供たちをホールドしているのは正しいように聞こえるけどって私に言われたんですね。なんかその時からなんで私の話を聞こうとせずに一方的な夫の話からだけを聞いてそういうふうに私に言えるのかなって思って、私がホームレスになったのは私たちはもともと家族で住んでいて、私は専業主婦だった。である日いきなり家からキックアウトして、それでホームレスになった。それはアゲンストローではないのかっていう話をしたんですけど、なんかすごく一方的だなって感じで、この前エルリーニョのリーガルエイドのところに行った時も、リーガルエイドの弁護士さん、あなたはホームレスだけどあなたの夫も母親のところに滞在してるってことはホームレスだから法的に何もできないって言われたんですね。でこっちの警察も今度は夫には家がある、あれは彼の家ではないんですけどお母さんの家なんですけど、彼には家があってあなたはホームレスで、彼にはなんか彼が言ってることがなんか全部正しいみたいな、私の話を聞くことなく一方的に。で私は子供たちの母親で、母親に子供たちに会わせてくださいって言ったのに、警察は一方的に夫の話を信じて、子供たちは旦那さんといる方が安全だと判断して私に帰るように言われました。例えば子供を一目見るだけでも、子供は家にいたから警察は子供を見てないわけですよ。安全の確認すらもしてなくて、私に話を聞くこともなくて、一方的に夫の話を信じて母親である私に帰れというのはちょっとあまりなんじゃないかなって。エルリーノの時のリーガルエイドも今回の警察も、私は母親で母親は子供に会う権利があるんじゃないですかって聞いたんですけど、でも彼は子供たちの父親で子供たちを保護する、危険から保護する義務があると。じゃあ私が危険であるということ？わかんないけどでも彼は子供たちを学校に行かせてないし、学校に欠席させるなら彼は学校に欠席の連絡を入れる義務がある。彼は親としての義務を果たしていませんっていう話もしたんですけど、夫が子供たちはホームスクールのプログラムにあっちの学校は辞めさせる、自分は子供たちに教育を受けさせているって言ったんです。そしたら警察は He's doing right things って私に言って、裁判所からのどっちに親権があるかっていう正式な手紙がないと、あなたは法的にあなたは子供たちのお父さんから子供たちを連れて帰ることはできないって言われて、あなたはその紙を持ってますかって言われて、今プロセス中だからまだ持っていませんと言ったんですけど、それではあなたは何もできないし、見た感じ子供たちはお父さんといる方が安全であるように思うからって言われて帰らせられましたこのまま子供
生が10日間以上学校に行かなかったら子どもたちの学校の席はなくなるって学校に言われていて、まだ裁判でどっちが親権を取るか、どっちに親権がよりいくかってところが決まってないから、私の弁護士さんと相談してエマージェンカスティ緊急で私にその本当の裁判だと時間がかかるから緊急で私の方に親権がいくように、その裁判までの間、裁判でまたそこは変わる、親権の割合とかが変わるかもしれないけど、とりあえずお母さんに、裁判までの間お母さんに親権があるように緊急の親権を渡す手続きを、取りましょう、申し出ましょうっていうことだったんですけど、警察官も一方的に夫の肩を持ち帰りなさいって言われて、すごく惨めな気持ちになりました。12月13日のこの日はベイビーノアの2歳の誕生日でもありました。実は12月に入った頃ぐらいから夫からよりを戻したいと何度も言われていて、それを断っていました。そして私の弁護士から離婚のための裁判の通達が夫の家に届いた翌日から、夫は子供たちをかくまい、私に会わせてくれなくなりました。子供たちの父親はもう1週間学校を無断欠席させています。先ほど話したように、警察には父親が子供たちの学校を無断欠席させていること、母親である私に子供たちに会わせてくれないことを伝えたのですが、取り合ってくれませんでした。7月から12月までのホームレスだった間は子供たちに対して何のサポートもなかったのに、私の住む家が決まり生活が安定してきた矢先の出来事でした。